こんにちは、イラストレーターのダヴィンチです。今回から光と影の描き方シリーズと題打ってイラストを描く上で必要な光と影の知識について解説していきます。解説に使っていくのはこちらのイラストです。こちらのイラストには様々な光と影の技法が使われていますが、その全てをこの講座シリーズで解説していくつもりです。見ている皆さんはこの講座シリーズが終わる頃にはこちらのイラストに使われている全ての技法を理解し、そして実践できるようになっているはずです。一部難しい内容もあるかもしれませんが、ぜひ最後まで頑張ってついてきてくださいね。シリーズ第1回となる今回はハイライトについての解説をしていきます。ハイライトという言葉、皆さんは当たり前のように使っているかもしれませんが、このできる原理を正しく理解できている人は果たしてどれだけいるのでしょうか。これを正しく理解できているのとできていないのとでは描きやすさが段違いに変わってきます。こちらのイラストでいうところの広い意味でハイライトとなっているのはこちらの部分です。こんなにたくさん使われているんですよ。これを正しく理解できると描きやすくなるような気がしませんか。では解説を始めていきます。1、表面反射と乱反射。まず人間が物を見える仕組みを確認します。皆さんご存知のように左の電球が光ったとして、ここから光が目に向かって到達します。この目に入った光を脳が認識することによって、あ、ここに電球があるんだなということを言えるわけなんですね。続いて中学校理科で習う光の反射の法則について確認します。まずはこちら光源だとして、こういった光源から光が物体の表面に向かって直進し、物体の表面で反射し目に届く。そしてここが明るいなというふうに見える。こういった時にこのね、反射しているところ、ここの角度入射角とここの角度反射角が等しくなるよというのが反射の法則でした。あれ？でもこれってなんだかおかしくないですか？こういった場面を想像してみてください。まずこういった六角柱を立てておきます。六角柱はここ、自分の目はここ、そしてここに光源があるといった左のこの図のような位置関係になっています。こういった時、反射の法則に従えば、まず目に届く光はこういう風なルートを通ってきますよね。ここで入射角、反射角が等しくなっていて、反射の法則が成立しているというわけですね。そのため、ここの面は明るく見えるわけです。しかし、ここの面に当たる光はどうでしょうか。ここの面でも反射の法則を適用すれば、光はこういったルートを通っていくことになります。ここで入射角、反射角が等しくならなければいけないからですね。つまり、ここの面に当たった光はこっちの方に行ってしまうことになります。我々の目には届かず、ここの面が見えなくなってしまうというわけなんですね。その考え方によると、こうやって暗いところに右の方に光源を置いたら我々の目にはこういう風に見えるはずですよね。ところが実際はそういうわけではありません。実際はこのように見えるはずです。これおかしいですよね。一体なぜ見えないはずのここの面だったりこういった面も見えているのでしょうか。光はこうやっていかずにここの面からもこうやって目の方に伸びているということになっていますよね。これ実は乱反射という現象が起きているからなんです。私たちの習った反射の法則が成立するのはこの鏡面反射という現象のことになります。こちらは鏡などの平らな面で起きる光の反射の現象です。それに対して乱反射というのは一見平らに見えるような物体であっても拡大してよーく見てみると表面は細かい凹凸があるようなそういった面についての反射です。実際鏡などの特定の物体は鏡面反射っていう現象を示すのですが、ほとんどの物体は乱反射を起こします。表面に細かい凹凸があれば光がまっすぐ入射したつもりでも
表面のデコボコであちこちいろいろな方向に反射してしまうので、こういった入射光に対してこのようにばらけた反射光ができるわけなんです。そのため光源が左上に一つあるだけの時、表面反射であれば目がここになければその光をここで明るいなと感じることができないのに対して、乱反射であれば光源が一つであってもあちこちに反射されるので、目がどこにあってもここを明るいなというふうに見えるようになるというわけなんですね。2、ハイライトとは何か。先ほど鏡面反射と乱反射のお話をしました。実はこれがハイライトのできる仕組みに直結しています。実はこの乱反射の方ですが、反射方向があちこちランダムと言いましたが、実際は完全にランダムなのではなく、平均するとこの表面反射の方向が最も強い光を反射することになります。そしてこの表面反射のこの角度、ここからずれればずれるほど、つまりこういう向きですね、こういう向きに離れれば離れるほど反射する光がどんどん弱くなっていきます。つまり今この図に書かれている状況では、ちょうど表面反射の角度になっているこの角度でこの目はここを見ているので、ここがすごく明るくなっているというわけなんですね。勘のいい人はお分かりでしょう。これがハイライトなんです。ではここから離れたこういった面はどうなるのかというと、こういった部分で反射する光は表面反射の方向はこういう方向であったりこういう方向であったりしますよね。ですからここの部分でできるハイライトはこの目からは見えません。もしこういった部分に目があれば、ここにそれぞれハイライトができて見えるわけなんです。もちろんそれぞれの目からしたら逆にここはハイライトではなくなります。ではこういった部分でこの目に届く光はどうなものかと言いますと、ここで表面反射したものではなく乱反射した一部の弱い光が届いているわけなんです。でこれもそれぞれここから離れれば離れるほど光が弱くなっていくので、最終的に目に見えるのはここの面はここのハイライトから離れれば離れるほどだんだんと暗くなっていくというわけなんですね。でこれをグラデーションとして表すこともできますし、単調化してアニメ塗りとして表現することもできますが、これがどういった段階を踏んでどういった割合で暗くなっていくかっていうのが物質によって変わってくるわけなんです。ですからここを書き分けることで物質の書き分けができるようになります。今説明したことをおさらいしますと、ハイライトのできる位置というのはちょうど鏡面反射の角度が出来上がるここの部分、そしてそれ以外の部分はここから離れれば離れるほどだんだんと暗くなるという2点を押さえておきましょう。3、ハイライトの具体例。ハイライトのできる仕組みを紹介したわけなんですが、理論だけを分かっていてもやはり具体的にどうなるのかっていうのを見ないと分かりにくいものですよね。今から具体例をいくつか紹介するので、実際のイラストでどういうふうにこの知識を落とし込むのかっていうことを確認していきましょう。まずこちらの円柱をご覧ください。こちら光源は右上の方にあるという設定です。ハイライトはちょうど鏡面反射の角度でできると言いました。円柱の側面が丸みを帯びているので、我々の目に対して鏡面反射をする角度というのがこういった部分、縦一列に並んでこのようにハイライトができます。そしてここから離れた角度になればなるほど光の反射具合も弱くなっていくので、こういったグラデーションが出来上がるというわけなんですね。こうなるのではなくこうなるということにご注意ください。以前の影の描き方講座では、影はこのように光源から離れるほど暗くなるというふうに簡単にするために説明しましたが、実際はこうではなくこうなるのです。なぜなら光源で鏡面反射する角度というのがこの辺にできるのであって、隅で光源がこのように鏡面反射するというわけではないのです。続いてはこちらです。こちらは水滴を簡単に描きました。水滴のような物体では面が比較的滑らかにできているので、その分鏡面反射がしっかりと起きてハイライトが分かりやすく現れます。
この水滴で鏡面反射が起きている、こういった部分にちょうどハイライトができているという風になっていますね。続いてこちらの箱をご覧ください。こちらの箱のここの辺が白く浮いています。一体なぜここにハイライトができるのかというお話をしますね。このイラストでは今回光源が上のやや右の方にあります。この上のやや右でちょうど鏡面反射を起こす角度というのがこの物体の面っていう風に表すためにこの左の物体を描いています。ここがちょうどハイライトのできる面だとします。その中でこの箱のような物体ではこの面を持っていないのでハイライトができないのではないかと思われるかもしれません。しかし実はこの箱もこのように拡大してみますと、この辺の部分、ここはすごい細かく見るとカクッと直角にいきなり曲がっているのではなく、細かなね面がたくさんあるんですよ。もしくはこういった丸みを帯びていると考えてもいいかもしれません。そうするとこの部分には細かいねハイライトに当たる表面反射を起こすような角度の面が多数存在することになっています。そう、すごい拡大してみるとこのようにいびつなハイライトができるわけなんですね。これを遠目で見た時にだいたいこのように辺の上にハイライトができるという見た目になるわけなんですね。このようにハイライトができる面を含むようなこういったとんがっている縁であれば、ハイライトを使うことによってその縁の形を表現しやすくなります。形を分かりやすくするためにハイライトを使う使い方になるというわけなんですね。またハイライトの描き方によって素材を描き分けることもできるというお話もしましたね。ハイライトは鏡面反射がしっかり起きれば起きるほどはっきりと現れるので、硬い素材であったり滑らかな素材であるとハイライトがはっきりと現れやすくなります。そのためこの球体ではここにはっきりとハイライトが入っていることによって、なんとなく硬そうだなとか滑らかそうな表面だなという印象を受けるわけです。対してこのハイライトをはっきり入れないでこのように全体に大雑把に入れてあげると、先ほどとは対照的に柔らかそうだなだとか少しザラザラしているのかなといった印象を与えるようになるわけなんです。またこれまでの知識を応用すると、ここにさらにこういった細かいハイライトをちまちまと加えていくと、すごく簡単に水滴がついているような表現をすることもできます。これがなぜ成立するのかと言いますと、水の表面が滑らかだからハイライトを起こしやすく、部分的に鏡面反射を起こす角度を作ることができるのが水滴だからです。また水滴に限らず、なんとなく表面が濡れているなとかぬめっとしているなといった表現にもこういった小さめのハイライトを加えることによって表現することが簡単にできるようになります。4. イラストでの使い方。冒頭でお見せしたこちらのイラスト、こちらのイラストでどういった部分でハイライトがどのように使われているのか一緒に確認していきましょうね。まずハイライトを考える上で鏡面反射の角度が大事だということだったので、光源の位置を明確にする必要があります。こちらのイラスト、光源は1つ目はこの背景全体後ろから手前に来る逆光です。これが最も強い白色の光をしています。そしてもう一個光源も作りました。それはだいたい右上の方から注ぐやや青い光のこの2つの光源を持っています。まず1つ目の逆光でできるハイライト、これはどういった部分になるのかと言いますと、逆光ということは鏡面反射が起きやすい部分は側面ですね。この横の部分で表面反射して目に届くようになっています。角度がとっても浅いところですね。つまり逆光であればこういった輪郭を明るく照らすような光ができるわけなんです。これもハイライトなんですが、別でエッジライトだったりリムライトという名前がついてたりもします。この髪の毛の周りの部分もそうですね。一番強いこの逆光の光源によるハイライトはこれだけです。では残りのハイライトは何なのかというのは、先ほど言ったこの2つ目の右上の方からの光源のハイライトになります。こちら例えば髪の毛の
こういったハイライト。こっちもそうです。いや、ここもそうですね。髪の毛にできるハイライトは実は複雑な現象になっているので、また別の動画で改めて詳しく紹介します。今回はまあそうなるんだなぐらいで見ておいてください。他にも瞳のこういったハイライトであったり、この鼻の上のこのハイライト、あまり強く出てはいませんが、この胸の上のこのハイライトもこの2つ目の光源によるハイライトになります。このように見てみますと、このイラストの一見適当に置かれているような明るい部分も実はちゃんと計算されてハイライトを置かれているということがお分かりいただけましたでしょうか。どうでしたか？ハイライト分かりましたか？思ったより少し難しい内容になってしまったので、今テンションを上げてプラマイゼロにしようとしていますが、大丈夫ですかね？今回の内容が少し難しかったなっていう人は私の過去動画にこちら影の描き方講座というのもあるので、こちらはね比較的簡単に影の描き方の基本中の基本を押さえている動画になっています。まずはこちらをご覧になってみてください。で、次回以降なんですが、このイラストにおいて今度は影の色の選び方であったり、反射光、環境光についての解説をしていきたいと思います。こちらもまあ難しいかもしれないですが、今回の内容を分かっていただける人であればすんなりと理解できると信じていますので、お楽しみにしていてください。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは引き続きイラストに関わる動画を上げていきます。質問や動画のリクエストはコメント欄にお気軽にお願いします。チャンネル登録、高評価がまだの人はよろしくお願いします。それでは。